皆さんこんにちは、オッキーです。今日は本当に美味しいストロベリールバーブパイのレシピをご紹介します。パイ生地は簡単に作れてとても美味しいアメリカンパイ生地。その作り方も丁寧に解説いたします。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。パイの具材として使ったルバーブという野菜。北米では春が旬で、この野菜がマーケットに並ぶと春だなぁという感じがします。茎の部分が鮮やかな赤やピンク色のものが人気です。生で食べると非常に酸味が強く、独特の苦味もあるので、通常は加熱してジャムにしたり、今回のようにパイの具材として使うのが一般的です。私も先日ジャムを作り、先日作ったストロベリーショートケーキに使いました。それについてはぜひこちらの動画をご覧ください。ではまずはパイ生地作りから。私が使うのはアメリカンパイ生地または練りパイ生地と言われるもので、何度もバターと生地を重ねて折って層にしていくフレンチの折りパイ生地とは異なります。練りパイといってもこねたりするわけでもなく、あっという間に作ることができて、しかもサクサクと美味しい生地です。これをマスターすれば自家製でバターの風味たっぷりの美味しいパイのレシピがいつでも作れます。私はこのパイ生地で甘いパイはもちろんキッシュなどもよく作っています。サクサクして本当に美味しいんですよ。パイ生地の材料です。使うものはバター、小麦粉、砂糖、塩、氷水ととてもシンプルです。日本で作る場合の材料は 200g のバターに合わせて書いてあります。この分量で9インチのパイ皿2枚分が作れます。キッシュのように下にだけパイ生地を敷くなら2回分。今回のストロベリールバーブパイのように上にも格子状に編んだ生地をかぶせるなら1回分です。まずはじめにバターを準備します。バターは冷たい状態で作業することが重要なので、後ほど粉に切り込みながら混ぜていくときに素早く作業できるように、あらかじめ小さく切って冷やしておきます。アメリカのバターは大抵1箱が1パウンド 454g の中にスティック状に包装されたものが4本入っています。この1本 113g のバターが大さじ8に相当します。今日はバタースティック2本分 227g 使います。バターをカットするときはナイフの刃をお湯で温めて切るのがおすすめです。ナイフは細長いものを使うと刃にバターがくっついてしまわず上手に切れます。切ったバターは出番が来るまでこの状態で冷蔵または冷凍庫に入れておきましょう。次に粉類を計量します。まずは小麦粉。アメリカで一番一般的に販売されている小麦粉、オールパーパスフラワーは、グルテン・タンパク分が薄力粉より高めで、中でも私が愛用しているキングアーサーのものは、プロテイン 11.7%、パイ生地にぴったりです。日本では中力粉を使うか、または薄力粉と強力粉を混ぜるなどして、10から 12% ぐらいのプロテイン分になるようにするといいでしょう。大きなボウルに小麦粉を量ります。2と2分の1カップ。アメリカの計量カップについてはこちらの動画をご参考に。まずは1カップ。容器の中でよく攪拌して粉に空気を含ませてから押し込まないようにさっとすり切って量ります。続いてもう1カップ。そして2分の1カップ。これで2と2分の1カップです。次に砂糖を加えます。大さじ1。砂糖が少し入ることで、最後縁のパイ生地までも美味しくいただけます。綺麗な焼き色をつける効果もあります。塩を入れます。塩が入ることで、キッシュなどおかず用にも相性のいいパイ生地になります。ここまでの材料、分量は本当にわかりやすく簡単に覚えられますね。バター2本、小麦粉2と2分の1カップ、砂糖大さじ1、塩小さじ1。
さて、ここで登場するのがペイストリーカッター、ドーブレンダーと言われる道具です。粉にバターなどの油脂を切り込んで混ぜていくときに使います。このペイストリーカッターを使って粉類をザザッと混ぜておきましょう。バターを混ぜ込みます。先ほど切って冷やしておいたバターの登場です。大切なのはこのバターが冷たい状態のうちに手早く作業すること。バターを切り込むようにして混ぜていきます。私が使っているのはオクソというブランドのワイヤータイプのもの。ブレードが並ぶタイプのものもよく見かけますが、このワイヤータイプだとくっついてしまったバターを指でさっと拭って簡単に落とせるのが気に入っているポイントです。バターの粒がだいたい小豆ぐらいの大きさになるまで作業を続けます。冷たく冷えた硬いバターなので多少力はいりますが、美味しいパイを食べる前のカロリー消費と思って頑張りましょう。ちなみにこの作業はフードプロセッサーを使って行うこともできます。その方法はまた別のレシピの時にご紹介しますね。バターの粒が細かくなってきました。生地はベタつかずサラサラとしていて、バターもまだ冷たい状態です。もしここでバターがだれてベタベタしてきてしまったり、冷たくなくなってしまったら、ボウルごとしばらく冷蔵庫に入れて、バターが冷えてからまた作業の続きをしましょう。ここで氷水を加えて生地をまとめていきます。4分の1カップの計量カップを使いますが、加える水の量は一定ではありません。4分の1カップから2分の1カップぐらいの間で生地の様子を見ながら調節します。水は必ずキンキンに冷えた状態のものを使ってください。生地に散らすようにして、まずは4分の1カップ加えます。こねるのではなく、水分を散らしてまとめるようにして手早く混ぜます。使う水の量はその日の気温や使っているバターのブランド、水分量、小麦粉の種類などによっていつも同じとは限りません。生地の様子を見て判断していきます。まだ少し粉っぽいところがあるので、もう少しだけ加えます。こねずに大きく混ぜます。生地をぐっと握ってみたときにポロポロ崩れずまとまるようになっていれば、水加減はちょうどいいです。ポロポロと崩れてしまうならもう少しだけ水を足して混ぜて、逆にもし水を入れすぎてベタベタしているようなら少しだけ粉を足します。この生地はポロポロもベタベタもしていないちょうどいい状態です。生地をまとめます。ボウルの中で押し付けるようにしてまとめますが、こねないようにしましょう。こねると小麦粉の中のグルテンの粘りが出て、サクサクではなくもちもちした硬い生地になってしまいます。全部きれいにまとまらなくても大方一塊になれば OK です。2つに分けてラップに包みます。手の中で大きさを確認し、だいたい同じ大きさの2つのボウルになるようにします。ラップに包みます。ラップを大きめに出して、そこに生地を乗せて包みますが、まずはじめはラップをふんわりとかけて、その余白を使いながら
丸く平たい円盤状に形を整えます。後でパイ皿の形に合わせて平たく丸く伸ばしますので、この形が一番効率が良いのです。手のひらを使って形を整えますが、まだ縁の部分にかなり割れ目ができていますね。ここでラップを一度開いて、今度は少し引っ張りながらぴっちりと包むようにします。そして再度、今度はラップの張力を利用して生地を押し付けるようにすると、ラップの隙間が埋まって縁のひび割れもきれいになります。生地を見るとところどころにバターの粒が見えますが、これで良いのです。もう一つの生地も同様に形を整えて包みます。まずはふんわりとラップをかけて形を円盤に整え、一旦開いてぴっちりと引っ張りながら包み直し、出来上がり。生地を寝かせます。この生地は必ず冷蔵庫で1時間以上寝かせます。すぐに使わない場合はジップロックに入れて、冷蔵庫なら1、2日、冷凍庫なら1ヶ月ほど保存できます。冷凍庫に入れてあったものは使う前日に冷蔵庫に移して解凍しておきましょう。このレシピではパイ皿2枚分のパイ生地が作れます。もし1皿分半分だけ使う場合も2皿分の分量で作っておいて、1枚分は冷凍しておけば思い立った時にいつでもキッシュやパイが作れます。いちごルバーブパイの中身の具材を準備します。ルバーブは茎の部分を使います。よく洗って輪切りにし、だいたい 450g 分を量ります。残りはジャムにしました。切ったルバーブと完熟の甘いいちごだいたい220から 230g ぐらいを合わせて大きなボウルに入れ、砂糖3分の2カップ約 150g、 そして焼いた時の風味を上げるためのシナモン小さじ1/2分の1、さらにジュースを固めるためのでんぷん質タピオカフラワーを大さじ2と2分の1入れます。タピオカフラワーがない場合はコーンスターチや小麦粉を使うこともできますが、私もいろいろと試した結果、タピオカフラワーが一番味に癖がなく、粉っぽさやネバネバした感じがなく、きれいに果汁を固めてくれるのでおすすめです。日本でも製菓材料のお店やネットでの入手ができると思います。材料をよく攪拌してしばらく置いておきます。さて、寝かせておいたパイ生地を伸ばします。ここでオーブンの予熱を忘れずに始めておきましょう。パイ皿はこちらパイレックスのガラスのパイ皿を使います。そこら辺のスーパーマーケットでも買える定番の何の変哲もないパイ皿ですが、実はこれが一番使いやすい。冷蔵庫で寝かせておいたパイ生地です。まずは台に軽く打ち粉をして綿棒にも粉をつけて伸ばしていきます。伸ばす時のコツは必ず中心から外に一方向に伸ばし、生地をこまめに回転させること。綿棒をあっちゃこっちゃいろいろな方向に動かすと、どうしても力の入り具合に癖があるので均一の厚みになりません。また、せっかくいい大きさに生地を伸ばしたと思ったら、べったりと作業台にくっついてしまっているなんてことも起こりかねません。生地の厚みを均一にし、台にくっつかないようにするためにも、この一方向に伸ばし、生地の方をこまめに回転させるという方法がおすすめです。それから綿棒を生地の一番端までゴロゴロと転がさず、縁の少し手前で留めます。縁まで転がすとどうしても縁ばかりが薄くなってしまいがちです。手前で留めて生地を回転させることで、
その綿棒が通らなかった端の部分は次の時にちゃんと綿棒が通るので大丈夫。もし台に少し生地がくっつくようなら軽く打ち粉をします。さあ、いい感じの大きさになってきました。どのぐらいまで伸ばせばいいのかをチェックするためには、上にパイ皿を乗せてみます。パイ皿の縁から2、3センチぐらいはみ出すぐらいがちょうどいいです。なので、微調整でもう少しだけ伸ばします。これでいいでしょう。そうしたら、綿棒に優しく巻きつけて、パイ皿の上に移します。位置を直して底を押さえ、次の1枚が用意できるまで冷蔵庫で冷やしておきます。2枚目のパイ生地を伸ばします。こちらは格子状に編んで具材の上に乗せます。まずは先ほどと同様に均一の厚みに伸ばします。中心から外に向かって一方向に綿棒を動かします。生地をこまめに回転させながらやりましょう。程よい大きさになったら、きれいに洗っておいた定規を使って目印をつけていきます。だいたい4分の3インチ2センチ幅ぐらいに、ナイフやここで使っているようにピザカッターを使って細長く生地を切っていきます。生地を1本おきに取ってトレイの上に並べます。そうしたら次に1本おきに後ろに折り返し、互い違いになるように横の帯を置いていきます。同じように1本おきに折り返して横になる帯を置いて格子状に編んでいきます。きれいに編めたら出番が来るまでトレイごと冷蔵庫で冷やしておきます。では、いよいよパイを組み立てていきましょう。冷蔵庫からパイ皿を取り出し、先ほど砂糖やタピオカフラワーを混ぜておいた具材をすべて入れます。かなり汁気がありますが、ジュースも全部ボウルの中のものすべてをパイ生地の中に移します。格子状に編んだ生地はトレイからスライドさせてパーチメントペーパーの上に移してあるので、それをパイの上に滑らせるようにしてかぶせます。ちょっと修正しながら縁の部分を軽く押さえます。次にキッチンバサミを使って余分な生地を切り取ります。縁の部分は中のジュースが漏れてこないように少し高さがつくように仕上げるので、パイ皿より大きくと良いのですが、極端にはみ出しているところを切っておいた方が作業がしやすくなります。この切り落とした部分は別のお菓子やおかずに、例えばソーセージを包んで焼いたりしてもいいし、使わなくても良いのですが、私はなるべく足りなめのところに継ぎ足したりして無駄なく使い切るようにしています。なのでここでもちょっと余り生地を伸ばして縁にさらに厚みをつけるのに使いました。縁は内側に巻き込むようにしながら高さのある土手をぐるりと作ります。きちんと作る必要はなく、適当に一応揃っていれば OK です。ただ大切なのはジュースがあふれ出ないように穴が開いていたりしないか確かめつつ、高さのある縁を作ること。指で押してくっつけ合わせておきます。
次に指3本を使って縁にフリルをつけます。これもいろいろなやり方がありますし、面倒ならばやらなくても OK です。コツとしては、ちまちまとしたフリルをつけるのではなく、結構大きめにしっかりと形をつけること。焼き上がりはあまり形も残らないので、ここできれいに作らなきゃと頑張る必要は全くありません。実はもう少しバターをよく混ぜ込んだりこねたりしたパイ生地の方が形がきれいに出ます。でも私は見た目よりもパイのサクサク感の方が圧倒的に重要だと思っているので、このフリルはもうほんとおまけみたいなものです。形ができたら上に溶き卵を塗って砂糖を振りかけます。これはあくまで最後の仕上げ。きれいな焼き色をつけて砂糖がカリッとした食感をプラスするというためなので、面倒なら省いてもいいし、卵の代わりに生クリームをペタペタ塗る程度でも OK です。卵を塗るとき、ここでもパイ生地が冷たく締まっている間に作業を終えたいので手早くやりましょう。上に砂糖を振りかけます。普通のグラニュー糖でもいいですが、今日は粗めのトゥービナードシュガーというものを使っています。パイをパーチメントペーパーを敷いた天板の上に乗せます。焼くときもこの天板ごとオーブンに入れます。この後焼いていきますが、具材のフルーツが焼けるにつれて熱いジュースがブクブクとしてきます。これがもしこぼれてオーブンの中に垂れると煙が出たりして大変なので、必ず天板に乗せた状態でオーブンに入れてください。では焼きましょう。オーブンはパイを入れるときには必ずしっかりと予熱された状態になっていることが大切です。はじめにパイ生地を作ったときにバターの粒がかなり見える状態で残っていましたよね。実は冷たいパイ生地を熱いオーブンに入れたときに、このバターがジュッと溶けて水蒸気が抜けることで生地に空洞ができます。この空洞がサクサクとした食感を生むのです。ですからパイ生地はバターが冷たい状態で手早くまとめ、こねないようにして、さらに冷たいパイ生地を熱いオーブンに入れるということが美味しいパイを焼くための大切な秘訣となります。さーて焼き上がりました。焼き上がりの目安はパイ生地の側面や底の部分もこんがりと焼き色がつき、中の具材のジュースがブクブクと溢れ出てるぐらいになっていること。甘酸っぱいいちごとルバーブの香りとバターの香ばしいパイ生地の香りがたまりません。でも冷めてジュースが固まるまではまだ切り分けないでぐっと我慢して待ちます。熱いうちに切り分けると中のジュースが溢れ出して全体がべちゃっとなってしまいます。切り分けて試食。ようやく冷めたので切ってみましょう。切るときは底のパイ生地や縁の厚みのある部分にもしっかりとナイフを通します。こんな波刃のステーキナイフみたいなものが結構使いやすいです。こうやってナイフでギコギコ切ってもパイレックスのパイ皿はへっちゃらです。私もこのパイ皿は2枚持っていて、もう10年ぐらい使っていますが、本当に丈夫で長持ちしています。ケーキサーバーを奥までぐっと差し込んで、綺麗に取れました。わー、美味しそう。バニラアイスを添えてもまた極上の幸せかも。中のルバーブとイチゴはとろけるように柔らかく、でも形は崩れず残っているし、生地はサクサクだし大成功です。切り分けたパイは OPP シートに包んでから冷凍しておきます。自然解凍で食べてもいいし、おすすめはレンジで1分ぐらい温めたものをトースターオーブンで生地をカリッとさせて、そこに冷たいバニラアイスを添えていただくこと。もう本当にほっぺたが落ちる美味しさですよ。ルバーブがもし手に入ったらぜひぜひ作ってみてください。きっと私同様この不思議な野菜の虜になることと思います。
このチャンネルではアメリカンベーキングのレシピや私、オッキーのニューヨークでの生活をご紹介しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。ご質問やリクエストなどもぜひコメント欄にお寄せください。皆様からのいいねも動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。